2022年8月、ある映像とともに、BTS はいつ帰ってくるかわからない、活動休止に入ります。그냥 개인으로 다 활동을 하든 뭘 하든 활동을 하고 다시 단체로 모였을 때는 그 시너지는 남들과 다를 것이다. 예전과 난 그렇게 생각해. 活動休止を取る前の BTS にとって、10年間のチーム活動をしばらく置いて、自分だけの時間を持ち、自由の活動ができるというときめき、チームではない、メンバー個人でも大衆の愛を受けることができるだろうか。もしも忘れられるんじゃないかという恐怖まで、彼らの時間は、二つの光と影を持って、一人たちに入ります。ファンたちの残念さを後ろにして、活動休止に入った BTS。そこからほぼ1年になる、今の時点で、BTS の時間はどのように流れていったのでしょうか。RM の活動は音楽活動と番組活動両方活発に行われます。休み時間に RM はいつにも増してラップの世界にはまります。彼の芸術的ビジョンに支えられて、彼はラッパーでありプロデューサーとして成長した証拠である。ソロアルバムを発表します。2022年12月、彼は初めてのソロアルバムインディゴを発表し、ファンの皆さんに戻ってきます。タイトル曲ワイルドフラワーは華やかだけどすぐ消えてしまうフレームフラワーではなく、穏やかな野花の姿で生きていきたいという RM の願いが込められた曲です。いつも華やかなコンサートのために出国した海外生活で、コンサート以外の時間はほとんどホテルの部屋で過ごさなければならなかった RM が、時には華やかな花火としての歌手の人生ではなく、野花のような平凡な人生を生きてみたらどうかという自分の考えを淡々と音楽で伝えました。アルバム発売だけでなく、彼は優れる社交性をもとに YouTube コメディショーで自分の話術を披露したり、普段本が好きな彼の知的知識を生かして文化番組に出演するなど様々な放送に出演し、彼は思う存分したかった活動をしているようです。2022年11月カタールワールドカップ、誰も予想できなかったところでジョングクの舞台が繰り広げられます。世界の目が注目するワールドカップで、ソロアーティストのジョングクはワールドカップ公式ソングで世界を明るく照らします。カタールワールドカップ振興委員会側でジョングクの出演を強く望んでいたことが知られ、 BTS のファンたちは驚くしかありませんでした。彼の歌「ザ・ドリーマーはワールドカップで夢の叫びになり、国境を越え世界の人々の耳を虜にします。最近リリースした新曲「セブンは発売後ミュージックビデオに日本でも人気の俳優ファン・ソヒが出演し、密度の高い演技を披露し注目を集めました。結局彼の曲「セブンはビルボード1位になり、ソロ歌手ジョングクの可能性を見せています。ジミンも一人の時間を過ごすことにおいて、自分のソロアルバムを発表しながら自分の音楽の可能性を検証します。 BTS のデビューの際に、ジミンは歌よりは生まれつきのダンスの才能をもとに BTS に合流しました。最初彼に期待されたのはボーカルよりはパワフルなパフォーマンスでした。しかし BTS がヒップホップコンセプトからポップスタイルの音楽スタイルを変えることにあたって、ジミンはボーカルを集中的にトレーニングしてきました。今は誰よりも個性的なボーカルスタイルを持っているという評判を持っているボーカリストになり、ソロアルバムの「Like Crazy」がビルボード HOT100 で1位を占めたのは、ダンスからボーカルまで今までの彼の努力が光を放った瞬間になりました。メンバーシュガの音楽活動はさらに活発になります。音楽的欲が強いシュガは BTS の活動休止のを発表する時から音楽に対する渇望について表現していました。항상 써내는데 힘들었고 쥐어짜냈고, 근데 지금 쥐어짜는 거랑 8년 전, 7년 전 쥐어짜는 거랑 너무 달라. そうして彼は彼の十分な時間と悩みを詰め替えて10曲で構成されたニューアルバム「D-Day」を発表します。彼は曲一つ一つを自分が言いたいことを吐き出します。こうして誕生した彼の愛情がこもったアルバムと一緒に、チームではなくソロラッパーシュガでワールドツアーの旅に出かけています。BTS の活動休止にあたって
最も重要な理由の一つは、兵役履行でした。韓国国籍を持っている男子は、特別な理由がなければ、30歳までに兵役を履行しなければならないという、兵役法により、もうすぐ30歳になる BTS メンバーたちは、兵役履行が必要な時期になりました。その中で一番早い動きを見せたのは、メンバーのジンでした。2022年、1992年生まれで30歳になったジンは、12月に入隊します。入隊後、基本軍事訓練を受けたジンは、訓練を受けた部隊の訓練教官の補職を受け、現在は入隊したばかりの新兵を訓練させる、訓練教官として働いています。最近は陸軍内で厳しい審査で選抜される、特級戦士に選抜され、誠実に服務している近況が知らされたりもしました。陸軍特級戦士は、基礎体力、射撃、戦闘体力、精神教育などで、優秀な基準を満たす将兵のみ選抜でき、最も基本となる基礎体力基準は、腕立て伏せ2分以内に72回以上、腹筋運動2分以内に86回以上、3km 走12分30秒以内など、厳しい条件を達成しなければならない、陸軍の中でも光栄な名誉です。J-HOPE も4月に陸軍に入隊しました。関温度に位置している陸軍36師団で訓練を終えた J-HOPE は、優秀な成績で同じ部隊の訓練教官として補職を迎えることになり、ジンに続いて訓練教官職を担当することになりました。ジンと J-HOPE に続き、兵役履行の義務がある他のメンバーたちの入隊などについてはまだ知られていないですが、この2人のメンバーの模範的な兵役履行は、BTS の他のメンバーにも良い影響を及ぼすと思います。BTS のブランド価値は追随を許さない価値を持っていると評価されます。彼ら全員とコラボを進めることは途方もない費用が伴います。しかし活動休止に入った BTS がチーム活動の時期よりは多少自由な行動ができるようになった今がグローバルブランドとしてはメンバーたちとのコラボができる最高の時期になりました。BTS のメンバーたちは様々なグローバルブランドよりラブコールを受けます。ジミンは2023年1月から有名ブランドディオールのグローバルアンバサダーとして活躍中です。特にジミンのグローバルアンバサダー抜擢のニュースとともに公開された写真でジミンはモダンでクラシックなディオールならではの独創的な感性を完璧に具現し感嘆を誘いました。シュガーもまた2023年1月グローバルブランドバレンティーノのグローバルアンバサダーに抜擢され、これに加えてバスケットボールマニアとして知られているシュガは2023年4月アメリカプロバスケットボールリーグの NBA のアンバサダーとしても抜擢され、成功したバスケットボールファンとも呼ばれました。メンバー B は2023年1月セリーヌのグローバルアンバサダーの別名であるセリーヌボーイに選ばれました。特に B はセリーヌボーイ選定とともに L4 月号の画報撮影に乗り出し、セリーヌのサマーコレクションを完璧に消化し、男性美と少年美を行き来する多彩な魅力を発揮しました。続いて、2023年2月には J-HOPE はルイ・ヴィトンハウスのアンバサダーに抜擢され、入隊が予定されているにもかかわらず、彼に関するグローバルブランドの関心が高いことを明らかにしました。ジョングクは2023年3月、カルバン・クライン・ジーンズ・アンダーウェアのグローバルアンバサダーに抜擢され、自分の男性美とセクシーな魅力を発揮しています。最後に RM はイタリアのメーカーブランドボッテガ・ベネタのグローバルアンバサダーになりました。ボッテガ・ベネタのクリエイティブディレクターは自分のインスタグラムアカウントに RM の写真をアップロードし、彼に対する強い期待感と愛情を示し、RM も翌日自分の SNS に同じ写真を掲載し、自分を選択してくれたブランドに対する強い信頼と覚悟を示しました。BTS の活動休止の中で、メンバーたちは自分だけの道を歩んでいます。それぞれ違う場所で、それぞれ違う歩みを見せています。7人が一つの姿を見せてきた今までの BTS から抜け出して、今の BTS は7人のそれぞれの姿を見せています。今の時期はメンバーそれぞれ異なる世界を経験し、
彼らにとってはまた新しい音楽的インスピレーションになると思います。まだ残りのメンバーの兵役履行などいつになるかわからない彼らのカムバックですが、 BTS が別れている期間とは関係なく、10年間築いてきた彼らの絆はいつか戻ってくる。彼らの団結をさらに強固にすると思います。それぞれの旅を続ける彼らの世界がいつか一つになるその瞬間を BTS のファンはとても楽しみにしています。